こんにちは。今回はアブレイズより発売されております D ライトのハイブリッドクーラー42クォート、こちらをご紹介いたします。まず発売元はアブレイズという会社なんですけども、キャンプ用薪ストーブの先駆けとなったフロンティアストーブの輸入代理店というとピンとくる方も多いかと思います。そのアブレイズが企画するオリジナルクーラーには D ライトシリーズ、すでにアイスランドクーラーやアイスバケツなどすでにおなじみとなった商品もたくさんありますが、その D ライトシリーズのニューモデルが今回ご紹介するハイブリッドクーラーとなります。ソフトクーラーの軽さ、そしてハードクーラーの保冷力を両立したハイブリッドクーラー、どんなものか見ていきたいと思います。はい、それではまずサイズから見ていきます。まず外寸、奥行きですね。奥行きが、まずこちらが奥行きが40センチ、そして幅が50センチ、そしてこの高さが45センチとなっています。ちょっと比較してみますと、こちらのスチールベルト、こちらもファミリー用のクーラーボックスとしても大人気の定番モデルなんですけども、こちらと比較してみると、重ねると分かりやすいですかね。ちょっとね、こっちの方がワイズ、横幅はハイブリッドの方がちっちゃめな感じですね。で、よいしょ。奥行きはだいたい同じぐらいですかね。ちょっとハイブリッドクーラーの方が本体は出っ張ってますね。スチールベルトのこのハンドルのバックルの部分がちょっと飛び出てるんで、これと合わせると、スチールベルトの方がちょっと外寸気持ち大きいですけど、本体的には同じかちょっとハイブリッドの方が大きいぐらいです。高さはね、完全にこちらのハイブリッドの方が大きい感じになりますね。スチールベルトが54クォートで、ハイブリッドは42クォート。12クォートですね。大きさが違うんですけども、ハイブリッドの方がね、ちょっと断熱材がかなり分厚く入ってるんで、そちらの方でサイズがね、同じぐらいでもちょっとハイブリッドの方が内容量小さくなってますが、その辺もちょっと見ていきたいと思います。次にクーラーの内寸見ていきます。ソフトクーラーみたいにここはジッパーで開け閉めします。ダブルジッパーですね。両脇に開きますね。で、パカッと開けると、発泡スチロールって言ったら分かりやすいですね。もう剥き出しで入ってます。蓋がね、本当にまんまこれ引っこ抜いて開けるタイプなんですけども、よいしょ、こんな感じです。こちらの内寸が奥行きが32センチと幅が43センチで、高さが33センチとなってます。そして付属品がまず発泡クーラー、これですね。この内側、これ印刷してあるんで抜けるんですけど、発泡クーラーと外側ですね、ソフトコンテナ。これも1個として計算して、次に仕切り板2枚と底板1枚というのがあります。それがどういうものか見ていきますと、ちょっと大きいんで床に置いて見てみますね。開けて、こちらがね、スポッと抜けます。そして、これですね、中に仕切り板入ってます。これマジックテープ付きのやつですね。これが2枚と、こちらですね、底板。これハイブリッドクーラーという名前で、ソフトクーラーとハードクーラーのハイブリッドっていう、そういったイメージもあるんですけども、このソフトコンテナとしても使える、発泡とソフトコンテナ、両方使えるという意味のハイブリッド、その意味もありますね。そのソフトコンテナの仕様を見ていきますと、仕切りを外しておくとくちゃっとちっちゃくなるんで、コンテナだけは、発泡スチロールは畳めませんけども、本体をね、小さく収納することができます。あとは、マジックテープ付きの仕切り。これで仕切りの位置はですね、自由に任意に決めることができます。ちょっと真っ黒で分かりにくいと思うんで、ちょっと物を入れてみます。かなりね、大きいコンテナなんで、こういう寝袋なんかね、入れるのもいいかなと思います。これノーベルのバローバッグの3番。3シーズンよく使う河川のシュラフですね。これとか。あとこっちも3シーズン定番ですね。スナグパックのマリナー。これ両方ともシュラフです。シュラフ入れて、あとは、インフレタブルタイプのコンパクトなマットでやれば、これも余裕を持って入りますね。ちょっと今ね、高さがね、頭で飛び出てるんですけど、蓋の方のマチがかなりあるんで、カポッとかぶせると、こういったマミー型シュラフ、3シーズン用のものであれば楽に入りますね。
中身はね、まだ仕切りがあるんで、小余裕があるんで、まあ寝袋仕様で考えればここにピロー入れたりとか、まあシラフだけで家族4人分入れるとか、そのくらいの容量の余裕はありますね。まあぶっちゃけこのソフトクーラーハイブリッド買って、クーラーの方はこれだけでも持てますし機能するんで、こっち収納袋として使って、こっち完全に裸で使うっていうのも一つの選択としてありですね。そしてこのソフトコンテナの仕様をちょっと外見から見ていきますと、まずここにハンドルが、持ち手が2つついてます。それと、裏側にも、まあ、空っぽの時に持つ時に使うんですかね。片手のハンドル。1個ではこれちょっとね、こうバランス取れないんで、中身入ってる時は多分使わないと思うんですけども、こういったハンドルがついています。あと裏面は、生地はね、同じポリエステルの感じですかね。なんですけど、このね、ちょっと、プラスチックの滑り止めの足が、1センチも高さない感じですかね。なんですけど、まあ、直接こうベタッと地面に置いて、まあ、お尻が汚れたりとかするのを防いでくれる。あとはお車に積んだ時にこう滑り止めになるような、この足がついてるのは、かなり使いやすそうです。で、その他にも、ちょっとデザイン的にも特徴的なのがこのデイジーベルト。この物を引っ掛けるところですね。ループがついてるんで、まあ、現場で使うときに、こういうシェラカップとかかけたりとか、こういったカラビナのツールとか、こういうのをかけて、こんな感じですね。こんな感じのアクセサリーを吊るすデイジーベルトが、正面と側面、反対側の側面についてて、まあ、3面という感じですね。3面にデイジーベルトがついています。で、裏側はデイジーベルトはないんですが、こちらはね、ポケットがついてます。マチはあんまりないんで、かなり薄いポケットなんですけど、幅がすごくあるんで、調理した時、ご飯食べる時のお皿入れたりとかするのにちょうどいいですかね。で、側面にも、このハンドルの幅よりちょっと狭いぐらいのポケットが、マジックテープ。こちらもね、マジックテープついてますね。ポケットが1箇所、2箇所。まあ、後ろの方にお皿入れるって話なんで、こっちはお箸とかですかね。あとは、ちょうどモーラーナイフとかそういうのもスポッと入りそうなポケットがついてます。あとはこの蓋を開けて、かなりね、これマチがある蓋なんですけども、この蓋の上面にジッパーのついている収納スペースがあります。これ透けてますね。あとはちょっと長物を入れる感じですかね。ベルトがついていて、マジックテープですね。ちょっと短めのポールなんかをこう固定できるようなマジックテープのループがついてます。2箇所。そしてこの D ライトのロゴがついてますけども、ここがマジックテープのワッペンになってるんで、外してなんかお好みのワッペン付け替えるというのも可能になってます。そして次に重量を見ていきますと、ちょっと色違いですね。せっかくなんでちょっと色違いもあったんで、ちょっと見ていきます。クーラー仕様で 3.6kg、コンテナ仕様で 4.2kg と、まあ、最初に見たこの発泡ウレタンが入っているクーラーボックスの状態で持ち運びするときは 3.6kg の重量。そして次に見た荷物運ぶ用のコンテナと接触する場合は 4.2kg となってます。発泡ウレタンがやっぱ軽いんで、こっち入れた方が軽いんですね。この仕切り板が結構重量があって、こっち入れてる方が重たいってことですね。内訳としてはこんな感じです。こちらの発泡ウレタンが大体 730g ぐらい。0.73kg。で、この仕切り板。この2枚の仕切り板と底面に入っている板を合わせると 1.3kg。なんでこの板3枚がこちらの発泡ウレタンより重たいんですね。そして外カバーが 2.87kg。そして総重量が 4.9kg。最初納品されて、お客様が買われた場合は、発泡ウレタンと仕切り板が全部入ってくるんで、納品時の重量は 4.9kg で、そしてソフトクーラーで使う場合は、仕切り板を外して持っていけば軽くなるので、先ほど出たクーラーとしては 3.6kg で使用できます。次にカラーラインナップなんですが、結構たくさんあります。コヨーテチャコール、オリーブネイビー、サックスブルーネイビー、チャコールグレイオリーブ、リアルツリーカモコヨーテ。今見てるこれがリアルツリーカモコヨーテですね。ここがリアルツリーのカモで、上面がコヨーテ。後ろの方に来る名前が二目になるみたいですね。リアルツリーコヨーテですね。上から下じゃないですね。下から上ですね。なんでこちらのカラーが
オリーブ、ネイビーになりますね。画像で見ると全5色こんな感じですね。今手元にもう1色あって、よいしょ。サックスブルーネイビーはこれですね。今3色手元にあります。このカラーやデザインについてなんですが、今手元にないのが、コヨーテチャコールとチャコールグレイオリーブですかね。左側の上下2つがちょっと今ないんですけど、右側の3個は今手元にある、このカラーラインナップですね。そしてですね、こちらの D ライトシリーズ、アブレイズの企画というふうにお話したんですが、このハイブリッドクーラーに関しては、コラボモデルとなってます。今出てます、C&CPH エクイプメント、そして GRN アウトドア、こちらのブランドとね、コラボモデルになってます。こちら本体裏面見ると3社のタグがついてますね。C&C と D ライト、GRN アウトドア、3社のコラボですごいですね。どちらも GRN も C&C もかなりね、デザイン性の高いキャンプギア作ってくれてるんで、やっぱり外観もこれツートンカラーの選び方とか、このデイジーベルトの仕様とか、いろいろね、反映されてる感じしてかっこいいですね。このまま外観見ていきますと、外生地、このソフトコンテナですね、外側の生地は、今こちらにあるツートンカラーのものは、64クロス、TC とかね、ポリコトンと呼ばれるタイプの生地使ってますね。そして、こっちのリアルツリーカモの方は、唯一こちらだけポリエステルの生地使ってます。ちょっとちっちゃく見えますけど、これ、中身入れるとね、ちゃんと立ちますんで。で、こちらの64っていうと、火の粉に強い素材かなっていう感じがして、ポリエステルとね、ちょっと火の粉で穴開いちゃうかなっていう、そういった印象はあるんですけど、クーラーボックスとしての使用を考えた場合に、そんなに火の近くに、ソフトコンテナもそうですね、そんなに火の近くに使うことはないと思うんで、こちらでどっちの生地がいい悪いとかはあまり気にせず、カラーによっての好みで選んでいただいていいかと思います。次に容量を見ていきます。リッターにすると40リッターですね。42コードの40リッター。そして2リッターペットボトルが縦に12本収納可能となっています。ちょっと開けてみます。かなりすごくいいウレタン発泡を使ってるんですけど、この蓋開けるのはね、やっぱりちょっと普通の発泡スチロールと同じっていうのはちょっとネックありますけど、しっかりしてますね。蓋もいい作りですね。で、ペットボトルを入れてみますと、今ちょっと2リッターがなかったんで、ちょっと 1.5 で試してみますと、余裕ですね。2リッターになると少し高さが出るんですけど、それもしっかりね、蓋の方にもマチが余裕があるんで、全然楽勝で入りますね。で、こんな感じで、十分な大きさありますね。先ほどちょっと比較してみたコールマンのスチールベルト、こちらだいたい54クォーターあって、こちらもファミリー用のクーラーとしてはすごく人気があるものなんですが、ちょっとね、人によっては大きすぎるなという方もいらっしゃって、日本の3、4人家族だと、もう少しね、気持ちちっちゃくてもいいっていう方が結構いらっしゃるんですけど、40リッター、家族4人で1泊だと、結構ね、ちょうどいい絶妙なサイズ感かもしれないです。ちょうどいい感じの容量です。ちょっとソロとかお2人ぐらいだと持て余すかなという感じで、やっぱりファミリー用ですかね、3人から4人がいいかなと思う内容量になってます。そして中身の断熱材については、医療現場で活躍する高密度で確かな保冷力を備えた国産発泡材を使用となっています。はい、これ中、発泡スチロールなんですけども、かなり気密が高くて、本体も触ってみるとかなり硬くてしっかりしてますね。こう締めてみると、ここも密度が非常に高くて、かなりね、高い保冷力が期待できる感じになります。で、医療現場で活躍するとなっています。医療現場っていうと、保冷剤のクーラーショックっていう製品も、同じくアメリカの輸血を運ぶための保冷剤として、非常にね、評価が高くて、アウトドアのシーンでも活躍するんですが、こちらもですね、同じように、医療の現場で使われる信頼性の高いものを使用しています。そしてその断熱力については、自社の保冷テストでは発泡クーラー内部に収納容量の 25% に相当する核氷を入れた場合、約72時間氷が残存する結果が出ているとなっています。このテストがアブレイズの自社テストとなってますので、他の国産クーラーのように実規格など、そういったものと検査方法は違っているので、単純な比較はできないんですけども、25% ぐらいの氷が約3日間持つというのはかなり信頼性が高い数値かと思います。真夏のキャンプでも十分活躍できるスペックかなと思います。はい、それでは最後に価格を見ていきます。
今こちらにある、ツートンカラーの、スタンダードカラー、こちらのモデルは、税込みで 17,600 円。そして、こちらのリアルツリーカモンは、少しお高くなって 18,150 円となってます。はい、それでは今回は以上となります。D ライトのハイブリッドクーラー42コートの紹介レビューでした。ありがとうございました。